ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなってゆく。密かにして信心はせよ。例えば陸奥屋呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にも陸奥屋騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もう陸奥屋はしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、進次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日の陸奥屋呉服店の繁盛につながった。久富修行師の場合も同じである。数十年の信心の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。師匠がお二人の方のことをミニご理解で述べておられますが、どうしてこういう信心ができられたのだろうかと思いますが、そこには疑いようのない神様のお働きを実感していかれたからだと思います。信心させていただく上で、私どもの周囲に神様がお働きくださってあるということを実感として感じ取っていくことが大切だと思います。師匠は神様の心を心とする生き方と教えてくださいます。また神様の願いが成就することを願う。私にかけられた神様の願いが成就しますようにという信心。ある時そのことを師匠に、どうぞ私にかけられた神様の願いが成就しますようによろしくお願いいたしますとご結界でお届けさせていただきましたら、師匠はいつも思わぬ答えをご理解をくださるものですけれども、ためには神様の願いがわからなければならないもんねとご理解いただきました。神様の願いが成就することを願うからには、その神様の願いが何であるかを分からねばならないということですね。その通りですね。神様の心を心とすならば、神様の心はどういう心だろうかと、その神様の心が分からねばなりません。今神様はどう思っておられるのだろうか。そのお知らせというのがあります。お夢というのがあります。そういうものを通して神様がそのお心を教えてくださる、伝えてくださることがあります。またある先生は、ふと思うは神心、あれこれ思うは人心と教えてくださいます。いわゆる私どもの心にふと思ったこと、それは神様が思わせてくださったものだと。そのことが実感として信じられるならば、これは素晴らしいことですね。そういう信心生活ができれば、これはありがたいと思いますね。今朝は家内が昨夜から iPhone のチャージをしていたらしいのですが、私が目を覚ましてそれを見させていただき、そのタイマーが鳴っておりましたから外させていただいたのですけれども、その時にチャージ用のケーブルですか、それが
途中から剥がれるんですね。どうも4、5年前の iPhone に付属しているケーブルにはそういう欠点があるようですね。もう一つのやはりそのケーブルも途中がめくれるというのか剥がれる、割れるというのでしょうかね。ちょうど割れてやっぱりめくれ上がるような感じですね。そうなるのです。それで絶縁テープを巻いてその剥がれるのを押さえて修理していたのですけれども、今朝はまた剥がれてるなと、また別のところが割れて剥がれ出したわけですね。これはまた修理させていただかねばならないなと、絶縁テープを任せていただこうかと思ったのですけれども、そこにふとその同じ机の上にいわゆる絆創膏ですね、怪我をした時に使う絆創膏があるのがふと目に入りました。待てよと、今までは絶縁テープで巻いていたけれどもちょっと硬いのですね。まっすぐになってしまうわけです。それがもしかしてこの絆創膏はいわゆる柔軟性があるからこの絆創膏で巻いたらいいのかもしれないなと思わせられた次第です。それで今日はその絆創膏を使ってその剥がれたケーブル、チャージのケーブルを絆創膏で修理させていただこうかと思わせていただいているのですけれども、こういうことなのかと、いわばその成り行きというのでしょうか。そこに私はこれは神様がこの絆創膏で修理してみようとおっしゃったのだな、これは神様からのお知らせだなとそういただいたのですね。今までは絶縁テープでしていたけれども、今回はその絆創膏で修理をしてみようと神様がそうお知らせくださったと感じたのです。この心が大切なのだなと。日常生活でさまざまなことが私どもの周囲に起こってまいります。そしてその中にふと何か感じることがあります。これは神様のお知らせではないか。こうせよということではないか。とそこに神様のお心を私どもが感じ取っていくというのでしょうかね。そういう稽古がいるのではないでしょうか。そしてそこにこれは神様のお知らせだといただく、そういう稽古の積み重ねによっていよいよ神様の心を心として感じれるようになる。それこそいつも私どもの周囲に神様が働いてくださってあるということを実感として感じれるようになる。そうなって初めて今日のミニご理解にありますようなお二方のような信心に進ませさせていただくことができるのではないでしょうかね。神様のお働きを身近に感じる。そしてその中に神様のお知らせ、これは神様のお知らせだなとふと思うことの中に神様の心を心として感じさせていただく、そういう信心体験の積み重ねがいるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。